皆さんこんにちは。なんかそこに確実に存在しているって思っているのに見えないものってなんかロマンありますよね。例えば幽霊とかってそうじゃないですか。何百万人何千万人何億人がおそらくね、その長い歴史で見たら見たことあるんだろうけど、誰もねそれを確実にいるとは証明できない。でもいないとも証明できないとみたいな感じで、愛とかってもそうじゃないですか。愛は確実にあると思ってるけど、それをね具現化可視化して見ることができないから、なんかそこにロマンを感じる。また別の例で言うと、例えば子供の頃ね、なんか親に言われた教訓とかがあって、子供の頃はピンとこなかったけどね、それをね自分が大きくなってる大人になってね成長した時に、ああいうこと言ったんだ、なるほどね、そういうことだったんだみたいな感じで、子供の頃はそれが自分の中にないから見えてないだけで、本当は常にそこにあると、自分が持ってないから見えてない。それと同じで、そのね幽霊ももしかしてね、科学技術がねこの後どんどん進歩していったら、幽霊も可視化してね具現化できるようになるかもしれないし、今日はそういったお話になっています。そこに確実にあるって分かっているんだけど、まだ僕たちのねレベルでは見ることができない。人類が地球に誕生してだいぶ時が経ちました。約20万年かな。そこからいろいろありましたよね。知能が発達して街ができて、こんなにもね発達した文明を作ることができた。宇宙にも飛び立つことができました。水素、炭素、鉄など様々な元素を発見して、どうしてねこの地球、宇宙が存在しているのかを研究してきましたけど、その人類の長い歴史の中でも我々が認識できている物質は宇宙のわずか 5% に過ぎないという事実。ほぼ何も見えていないのと同然です。そう考えると恐ろしいよね。人類結構開拓してきたからね、この地球と宇宙を。ただね、こう見ていても、この空間を見ていても、この空間にある 95% のものは見えていないと。僕たちはたった 5% のものしか眺めているに過ぎないと思うと、いや、ここ 95% 見えるようになったら、もう情報量多すぎてどうなっちゃうのみたいな。この残りの空間の 95% をね占めているのがダークユニバース。このダークユニバースはダークマターとダークエネルギーからできていて、このダークマターこそが未だね人類が完全に解明できていない目には見えない謎の物質なんです。暗黒物質。いや、今日は長くなりそうっすよ皆さん。この宇宙を構成している残りの 95%、 これが何なのかちょっとねみんなとね共有しようという話なので、さっき人類は長い歴史研究してきたって言ったけど、言うて人類はまだ自分たちの住んでいるこの地球上の海なんて 85% も解明されていません。そのレベルなんですね。例えばブラックホール、これは1916年に一般相対性理論から導き出した存在ですけど、初の撮影に成功したのは2019年ですしね。めっちゃ最近、存在分かってからだいたい100年のブランクがあった。人類がブラックホールの存在を証明した時、ブラックホールは文字通り宇宙のアンルというように何もないように見えるかもしれませんが、ブラックホールはね X 線を出していました。なので X 線を観測することで、そこに重力の強い星があると解明されたんですね。全く光のない暗闇に人が立っていても見えないですよね。でも赤外線を使うと人が持っている熱を検知し、そこに人が立っているということがわかる。なんか異常に惹かれ合っている二人、相手からね異常な愛を感じる。なんかすごい幸せだなって、そこにね愛を見ることはできないけど、なんか異常に感じるして、ある日ねなんか部屋のドア開けたら相手がねなんか通帳をよく見てたりとかみたいな感じで、なんか絶対ねサインが出てると。音とかも見ることはできないけど、周波数とかさ振動で確認できるじゃないですか。ただダークマターは周波数や X 線で観測できないし、電磁気力の反発が起こらないので、どんな物体もすり抜けていってしまうんです。なので直接的に観測はできないんですね。じゃあなんであるって分かったのと思うじゃん。遡ること1933年、スイスの天文学者フリッツ・ツビッキーはコマ星団を構成する遠い銀河の群れ、髪の毛座銀河団を観察していました。しかし観察をしているうちに奇妙なことに気づいたんです。それは銀河が高速で動いているということでした。その動きからツビッキーはその銀河団の間になんか見えない物質がそいつらに絡み合ってつなぎ止めてるって考えたんですね。要はボールについてる紐を持ってねすごいスピードで振り回しているとして、紐がついてるからボールは飛んでいかないので、周りをねぐるぐる回り続けますよね。ツビッキーはこの紐みたいなね力が何かしらあると思ったんで、その物質が何なのか髪の毛座銀河団の質量、力学質量の方法で計算したんです。この力学質量は銀河団の中にある銀河の回転速度から銀河団全体の質量を求めていく方法です。大きな銀河
弾は大きい分重力も重く、動いている銀河にも強い重力がかかるため、銀河は銀河団を離れていくことはありません。愛が強いね。でも動いている銀河のスピードが速ければ速いほど重力に捕まっていることができずに、銀河団の外に飛び出してしまうことがあるんです。愛が強すぎてしがみついていくことがね、できないやつ。もう束縛ちょっと強いよと。ここから銀河団の速度で銀河団の持つその重力の大きさがね、計算できて、そして万有引力の法則によって銀河団の持つ質量が計算されることになるんです。この結果からツビッキーは次に高度質量の計算に移りました。高度質量というのは銀河の明るさから銀河団の質量を求めるという方法で、銀河は明るければ明るいほど質量が重たくなります。そしてこの高度質量の方法で銀河団の質量を計算した結果、最初の力学質量の方法で計算した時の方が髪の毛座銀河団の質量が400倍も大きかったんです。ここから銀河団の中には目で見ることのできない質量が存在していると分かったんですね。そこからダークマターの存在があると言われるようになったんです。要は最初の方計算間違ったらさ、ダークマターの存在ってそもそもなかったことになるんかね。続いて1970年代、アメリカの天文学者ヴィラ・クーパー・ルービンが恒星が集まった銀河の観測をしているとき、恒星が渦巻き型銀河の周りを予想以上の速さで回っていることを発見し、それぞれの恒星の動きを調べると計算よりも速い動きをしていることが分かりました。これにより銀河には恒星以外目には見えない物質の重力が銀河を保っている。それはダークマターの重力だと考えたんです。なのでこれって計算上はそこに存在していることになるんだろうけど、確実にそれが存在しているとは断言できない感じですよね。触れない、観測できない。なのに多くの学者がダークマターの存在を認めています。まるでネット恋愛のようです。ツビッキーとルービン以降もそのね、ダークマターの存在がないと説明できないことが宇宙のね、研究とか解明が進んでいったらどんどん分かっていったんですね。宇宙の成り立ちを説明するときにはニュートンの万有引力の法則で片付けられてきました。この万有引力の法則は僕たちがいるこの銀河系ではね、完璧だったのです。しかし技術が発展し、じゃあ隣の銀河系ももっと遠くのね、銀河系も万有引力の法則で計算して解明をしようとしたところ、この法則が全く通じないという問題にぶつかったんです。となるとね、ダークマターの存在がないといよいよ辻褄が合わなくなってくる。しかもダークマターの漂う速度は毎秒約 200km であると言われ、それだけ速いのに僕たちの知っている物質にはほとんどぶつからないんです。なのでそれを解明していくことがこの宇宙の謎をね、解く鍵だと研究者たちは思っているんですね。ダークマターとかダークエネルギーとかいろいろ言葉で出てきてるけど、その振り分けはね、どうなっているのかが 95% のうち 68% はダークエネルギーで、ダークマターは残りの 27% と言われています。このダークエネルギーとは何なのか、昔々ビッグバンが起きた時、宇宙の中にある全てのものが飛び散り、今ある位置に定着しました。めでたしめでたしっていうわけではなく、ビッグバンから宇宙は今でも膨張し続けているんです。これはエドウィン・ハッブルが天の川銀河の外の新しい銀河を観測し続けた結果、年々天の川銀河の外の銀河が遠ざかっていることに気づいたんです。でもただ遠ざかっているだけだったら宇宙の膨張にはつながりませんが、各銀河の距離と銀河の大きさはそのままだということも発見したんです。なので学者たちはより精密なね、技術でその観測をした結果、宇宙の膨張が加速している事実が判明したんです。宇宙空間はね、無重力だから投げたものは遠くに飛んでいくでしょと考えることもできるかもしれませんが、じゃあ宇宙が広がっていく先にすでに空間があるのか。そもそも広がる空間があるということは、ビッグバンが起きる前から何かしらの空間が存在している。こんな感じで、なぜ膨張したのか、そこにはね、未知のエネルギー、ダークエネルギーがあると考えたんです。なんか俺の腹もほんと未知のエネルギー、ダークエネルギーで膨張し続け、宇宙を膨張させるダークエネルギー、その宇宙空間に存在しうるダークマター。そんな中、2017年4月、マイケル・ハドソン博士率いるカナダのウォータール大学の研究者たちが弱い重力レンズを用いてダークマターの可視化に成功したというニュースが報じられました。重力レンズというのは直接的にね、そこにある星や銀河が見えるんじゃなくて、その対象物までの間にある重力源の影響によって時空が歪み、対象物が歪んで映し出される現象です。中でも弱い重力レンズはその名の通りレンズの影響が弱いので、複数の天体画像を比べることで小さい歪みが発見できるということなんです。その結果、他の物質とは重力だけしか相互作用しない冷たい暗黒物質、コールドダークマターを可視化することに成功したというんです。その頃、ダークマターはね、宇宙空間に広がる蜘蛛の巣のような状態で銀河間を繋いでいるという仮説があり、この可視化成功によって実際にその可能性があることが分かったんです。なので本当に
宇宙ってなんかその人間の神経回路と似てますよね。実は僕たちのいる宇宙は何かしらの生物の細胞なんじゃないかというね。まあこれすごい本当に似てるよね。ただこの可視化に成功したと言われる画像はただの歪みという意見もあり、実際にこれがダークマターなのかっていうね、まあそれをね、確認する方法はまあ現段階ではないからわからないと。ただこの可視化以外でも、ニュートリノ超対称性物質、ニュートラリーノや仮想スルーシ、アクシオンがダークマターじゃないかという仮説もあるんです。次々と出てくる強キャラみたいな名前なんだ。まずニュートラリーノとは電気に影響されない質量の小さい素粒子、ニュートリノの超対称性粒子で、陽子の1000倍の質量を持つ遅い素粒子とされています。超対称性物質とは超空間を振動する物質で、そもそもまだ発見されていないんです。もしね、仮にニュートラリーノがダークマターだとすれば、3メーターに 0.001 個の密度で存在することになるんだとか。次にアクシオン。アクシオンはね、質量は非常に軽いが速度は速く、ニュートラリーノ同様まだ発見されていない素粒子です。ニュートラリーノとは違い、強いね、磁場の影響を受けるほど光子に変わる確率が上がると考えられ、仮にアクシオンがダークマターだとすると、その数は3メートル前に約1兆個の密度で存在することになります。まあぶっちゃけ言っちゃうと自分でも何言ってるかわかんないけど、寝落ちするならここでお願いします。ダークマターの存在もそうなんですけど、ダークエネルギーについても偶然この地球で発見されたという話があって、キセのワントン施設にいた物理学者たちはダークマター検出器による実験で、この実験が宇宙の膨張を加速している謎の力であるダークエネルギーを初めて直接検出したのではないかと報告したんです。この実験では地下深くに液体キセノンを満たした大きなタンクを設置し、簡単に説明するとね、ダークマターの粒子が液体の中を移動すると、液体の原子が反応してセンサーがそれを検出するという実験なんです。けどダークマター以外の粒子でも反応するので、科学者たちは予想される他の粒子での検出値を計算し、実際の検出値が計算より高いかどうかをチェックしたんです。すると予想された232個という検出値に対して53個もの過剰な数値が検出されたんです。まあ要は意味わからない粒子が53個も多くね検出されたということなんですね。まあこれがダークエネルギーなのかどうかっていうのはまあ現段階でもこちらもわかりません。とまあこのようにねダークマター、ダークエネルギー語ってきましたけど、まあ 100% そこに絶対ね存在するとはね、まあ現段階では言いづらいような環境ですよね。まあねこれはね全てその科学者たちがその重力のことを 100% 理解しているからこそ、何か別のものが存在していないとこの宇宙のことを説明できないということなんですね。ただこれ重力のこと 100% って言ったじゃないですか。ぶっちゃけ 100% 重力のことなんて分かってるわけがないじゃないですか。なのでここに来てね新しい新説が出てきて、まあそれがダークマター、ダークエネルギー実は存在していない説っていうのなんです。オランダライデン大学の物理学者エリック・バーデン教授はダークマターがなくても銀河の回転速度問題を説明できるとする新理論を発表しました。それは教授曰く重力というものは存在しておらず、重力とはあくまでエントロピーの増大に伴う現象であるというんです。それの連続だと。まあなんか例えるとその滝があるからね水が流れているんじゃなくて、水が流れているから滝がある的な合ってるかわかんないけど、まあそんな感じかな。さらにねそれを裏付けるような例も出てきて、2013年3月アメリカの研究チームからなんとダークマターが存在しない銀河があると発表があったんです。今までの銀河の研究ではその計算式から導かれるその質量からねダークマターの存在が確認されていましたけど、しかし地球から約6500万光年離れた NGC1052DF2 という銀河ではその質量のほとんどが恒星に当てはまり、逆にこれまでのダークマターがある前提の計算では説明できなくなったんです。その後も約2億5000万光年の距離にある AGC114905 という銀河でも同様、通常の物質からその銀河のね運動が可能であるということがね分かったんですね。結果的にダークマターがほとんどない銀河が6つも見つかったんです。ということは、まあ、ダークマター、ダークエネルギーは存在しないのかって思っちゃうじゃん。まあね、ここで来るのがまあとんでも説ですよ。いや、さっきさ、その宇宙の膨張してるって言ったじゃん。その膨張してる中にはじゃあ何があるのかっていうところだけど、これ超ねぶっ飛んだ SF 的な解釈だけど、まあでも案外ね、これも否定できなくて、その科学者たちも完全には否定できないと言ってて、むしろあり得るって言われてるのがマルチバース、いくつもの宇宙が存在しているという説です。量子力学の世界では可能性、確率という観点が用いられることがあります。それがおなじみのシュレディンガーの猫の問題です。箱の中にはね、生きている猫も死んでいる猫も存在している。なんならもっと細かくすると、居眠りしている猫、毛づくろいしている猫、毛玉を吐いている猫と、生きている猫を基準として、その先にいくつもの確率と可能性の分岐が存在しているんです。まあ僕たちのこのいる世界もね、宇宙もまあ同じことが言えるっていうんですね。一つの
確率と可能性は同じ空間で共有されることはなく、少なくとも僕たちの知る世界では一つの結果に一つの空間が割り当てられます。これを簡単に可視化すると、基準となる現在一つの部屋があって、でも1秒後には一つの部屋から2つの未来の部屋へと分岐します。2秒後には分岐した未来の部屋がさらに2つ分岐します。それが連続していくことで、いくつもの過去、現在、未来が同時に存在しているということになるんです。となるとね、宇宙の空間はもしかすると、所詮この分岐し続ける部屋によって膨張し続けているのかもしれないとは。もう一つとんでも説、ロマン説ではあるんですけど、僕たちがその何かをね、選択するときに思考を使うじゃないですか。その分岐を選ぶときにその思考を使うけど、その思考ってどこにあるのか、脳にあるのか、100% そう言い切ることはできるのか。もし僕たちの思考が目には見えないが空間に溢れているとしたら、そしてね、その先に結果として未来があるなら、ダークエネルギーは僕たち物質の持つ思考であり、ダークエネルギーは僕たちの思考が物質として宇宙空間に広がって、目には見えないんですけど、その結果宇宙が膨張し続けているのかもしれないと。これは完全ロマンだよね。完全ロマンにはあるけど、今そういうね、これダークマターのことを話して考えついたんやけど、例えばじゃあマルチユニバースだとして、俺らがねこの見ているこの3次元の世界がたったじゃあ 5% しか分かんないってことじゃないですか、この宇宙の全てってことは、俺らのこの世界が 5% で、その残りの 95% 分かっちゃったら、その同時に存在しているマルチユニバースの無限の世界が一気に見えちゃうのかもしれないね。理解できちゃうというか、だから例えば 10% 分かったらそのもう一個の世界が見えちゃって、20% 分かったらもう一個の世界が見えちゃってみたいな感じで、どんどんいろんな世界が見えてくるみたいなことを考えたらめっちゃロマンじゃないか。だからある意味このまともにねこの世界を生きるっていう意味では 5% が正しいのかもしれない。分からんけどいや分からんけど分かんない。その多分ね、でもね、俺が思うにやっぱパーセントが上がっていくうちにいろんな生命体とか宇宙生命体、が見えるようになるって俺は信じたい。ぜひみんなの意見聞かせてください。はい、ダークマター、ダークエネルギーでした。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。